皆様こんにちは、阿蘇です。今回は以前の海藻水槽を楽しもうシリーズの続編をやっていこうと思います。題して海藻ってどんなのがあるのシリーズになります。まあシリーズといっても自分もそこまで詳しくはないので多分そんなに続かないような気がしますが、とりあえず初回としてまずは海藻水槽には欠かせない岩ツタの仲間の紹介をしていこうと思います。海藻水槽をやったことがない人もこのような緑色の海藻を目にしたことがあるかと思います。砂や岩の上を這うように広がるこれらの海藻が岩ツタの仲間になります。岩ツタの特徴としてまずはこの成長の仕方が挙げられます。ランナーと呼ばれる茎のような部分をどんどん伸ばして広がっていきます。まさに淡水の水草でいうところのショートヘアグラスやテネルス、ピンナティフィダみたいですね。そしてもう一つが単細胞生物であるということです。どういうことかというと、この増殖した岩ツタ全体がなんとたった一つの巨大な細胞でできているということなんです。単細胞生物って何？という人に説明するとなると難しいのですが、例えるなら多機能ペンのようなものです。一つのペンで書いたり消したりいろいろな色を出せたりというのと同じく生命活動を行うのに必要なことをたった一つの細胞が全て賄っているのが単細胞生物です。ちなみにゾウリムシや細菌類なども単細胞生物にあたります。それに対し我々人間や植物は多細胞生物と言います。文字通り多数の細胞でできている生き物です。単細胞生物が多機能ペンであるなら、さしずめこちらはたくさんの文房具が入った筆箱のようなものです。それぞれの文房具がそれぞれの仕事をこなします。多機能ペンって聞くとすごいじゃんと思うかもしれませんが、実は単細胞生物には欠点がいくつかあります。まずはトラブルに弱いということです。筆箱に文房具がたくさん入っている場合、例えば1本ペンがなくなったとしても他のペンを使うなどして作業は継続してこなせるかと思いますが、たった1本の多機能ペンの場合、そのペンに不具合が生じると何にもできなくなってしまう可能性があるんです。また多細胞生物は複数の細胞で役割分担ができるので効率がよく素早い作業ができるのですが、単細胞生物は一つの細胞で全てを担っているのでどうしても効率が悪かったり同時にたくさんのことをこなすことができないといった短所があります。話がそれましたが、岩ツタの仲間が単細胞生物であるということはつまり葉っぱとか根っことか茎とかがあるように見えるのですが、実はただ単に葉っぱのように見えるだけの部分、根っこのように見えるだけの部分であり、全部が同じ一つの細胞なんです。なので本当の根っこではないということは、根から養分を吸収することができないということなんです。その辺については以前の動画海藻水槽を楽しもうパート3で詳しくお伝えしているのでぜひご覧ください。そして3つ目の大きな特徴として季節性があるということです。どういうことかというと、定期的に有層子というものを放出して一斉に枯死、つまり溶けてしまいます。こちらについても海藻水槽を楽しもうパート3で詳しくお話をしています。ちなみに岩ツタは先ほどお伝えしたように全部が一つの細胞でできているので、一旦一部が溶け始めるとつながっている部分全てが溶けてしまいます。その対策として伸びているランナーをカットして全部が枯死するのを防ぐという方法もありますが、なぜかカットしても一斉に溶けてしまうという現象が起こることがあります。細胞内にタイマーでもついているんですかね。もしくは枯死する際に何らかの物質が分泌され、それが作用してどんどん連鎖していくのか。謎すぎます。ちなみに有層子を放出すると水槽内がこのように真っ白になります。この状況をどうするべきかということについてですが、水槽の設備によっては注意した方がいい可能性が高いんです。まず有層子自体に毒性があるわけではないのですが、有層子や死んだ海藻は有機物、言ってみれば生ゴミみたいなものですので、それを分解するためにバクテリアが急増します。バクテリアも活動するのに酸素を消費するので、大量のバクテリアが酸素を消費した結果、水槽内の生態が酸欠になる可能性があります。また有機物はバクテリアによってアンモニア、亜硝酸、硝酸というふうに分解されていくのですが、有機物が急増するとバクテリアによる分解が追いつかず、一時的に水中内のアンモニア濃度が高まります。
アンモニアは毒性があるため、アンモニア中毒でお魚やエビがなくなってしまう可能性もあるんです。ただ、実はこの水槽は有槽紙で真っ白になっても特に何か対応したことは一度もないんです。それでも魚やエビが落ちてしまったことはありません。それはおそらく豆スキマーという小型のスキマーと外部フィルターを使用しているからだと思います。外部フィルターでろ過をしっかり行っているので、アンモニアが多少増えても直ちに亜硝酸、硝酸と分解されます。そしてスキマー、これは簡単に言うと泡の力で水中の汚れを強力にこし取る機材なんですが、これにより有機物が除去されつつ、さらに水中に空気が溶け込むことで酸欠も予防してくれます。ただし、ボトルマリンのように水流ポンプのみで管理されている人の場合は、先ほどお伝えしたように酸欠やアンモニア中毒になってしまうリスクがあるので、できるだけ早めに水替えすることをお勧めします。ちなみに全ての岩ツタが定期的に枯死するわけではなく、溶けにくく長期維持できる岩ツタの仲間も複数見つかっています。詳細については、園さんのブログ、園アクアプランツファームの中に岩ツタの紹介ページがあるので、そちらもぜひご覧ください。概要欄に URL を添付しておきます。個人的には繁茂していた海藻が溶けていなくなり、すると今度は別の海藻が水槽内で広がってきて、と思っていたらその海藻も溶けてしまい、そして気づいたら溶けていなくなったと思っていた海藻がまた増えてきて、という風に次々と違った顔を見せてくれる水槽の様子がすごく好きなんですが、綺麗な水槽をずっと維持したいという方もいるかと思います。そういう人にとって枯死せず長期維持できる岩ツタの仲間は非常に重宝するかと思います。では、自分が育成している、もしくは過去に育成していた岩ツタの仲間をいくつか紹介していきます。まずはこちら、ウビレズタになります。海ぶどうといえばアクアリウムをやっていない人でも大抵の人がご存知だと思います。この小さいつぶつぶがとても綺麗なんです。この岩ツタは特に丈夫で、高い栄養塩の環境下でも維持管理が可能です。また、長期維持が可能なこともポイントで、定期的に枯死するという話は聞いたことがありません。このような特徴からサンゴ水槽のリフジウムにもよく用いられています。続いてはこちら、タカノハズタになります。こちらも丈夫で成長スピードも速く、非常に育成しやすい種類になります。鳥の羽のように繊細で美しい葉体部を持ち、とても人気のある岩ツタになります。ただ、こちらの種類は定期的に枯死してしまうので、一斉に溶けてしまわないよう、適宜ランナーをカットするのが良いかと思われます。ちなみに非常によく似た種類にイチイズタというものがあります。自分も勘違いして育てていたことがあるのですが、両者の違いとして枝状に伸びた小枝の部分が棒状のものがタカノハズタ、それに対して小枝の部分が平べったく、小枝の付け根の部分がくびれているのがイチイズタになります。イチイズタも美しい海藻で育成難易度も低いですが、こちらもタカノハズタと同様定期的に溶けてしまいます。そんなタカノハズタの仲間で、なんと有槽子を放出しにくい種類がいるんです。それがこちら、タカノハズタミニになります。こちらは園さんが採取し栽培、販売している海藻になります。この種類は通常のタカノハズタと比べ小ぶりで可愛い見た目なのに加え、有槽子を放出しにくく溶けにくいという最高の特徴を持っています。自分も複数の水槽に入れていますが、今まで一度も有槽子を放出したことはありません。ただ、水槽の環境によって葉体部のサイズは変わってくるようです。こちらの水温が19度と低く、水流も穏やかな水槽ではとても小ぶりな姿を維持してくれているのですが、こっちの水温が24度で水流が割と強めの水槽では、通常のタカノハズタと変わりないくらいのサイズになっています。非常に人気の海藻なので、気になった方はぜひ園さんの海藻セットを購入してみてはいかがでしょうか。そして3つ目が脈心ズタになります。こちらはかなり大きく伸びる種類になり、我が家の水槽では30センチ近くのサイズになりました。硬く細長い葉体部を持ち、その姿はまるで水草水槽でいうところのバリスネリアやシペルスなどのテープ状水草のようです。この種類も定期的に溶けてしまうのと、前述した2種類に比べると若干ではありますが育成難易度が高めの印象があります。
なんとなくですが、水槽に入れてからの成長スイッチが入るのが少し遅いので、苔まみれになってしまうことが多い気がします。なので、立ち上げてから少し時間の経った安定している水槽に入れるのがいいのではないかと思います。ちなみに有槽子を放出するスパンですが、我が家ではだいたい6から10ヶ月ほどの間隔で溶けていました。ただし、茂みを作った時の姿はとにかく美しく、自分が一番好きな海藻になります。ぜひ皆さんも育ててみてください。次に紹介するのがこちら、ヘライワズタになります。こちらもよく流通している海藻になります。平たく大きな葉体部を持つ海藻で、水槽に入れるとボリュームが出てとてもかっこよくなります。葉体部のライトグリーンの色味もとても綺麗です。とても丈夫な種類なのですが、定期的に有槽子を放出してしまいます。我が家では割とスパンが短く、だいたい3ヶ月おきくらいに群生・枯死を繰り返していました。また、ランナーをカットしても結局全部一緒に枯死してしまっていました。そして次に紹介するのがこちら、サイハイズタになります。これは今まで紹介してきたイワズタの仲間と見た目が少し変わっており、ギザギザしたノコギリ刃のような葉体部を持っています。また、これまで紹介してきたイワズタ類と比べて背が低く匍匐するように広がっていくので、水槽の前面などで密集すると、まさに淡水の前傾層のようになり、すごくかっこいいです。こちらも育成はすごく容易なんですが、定期的に有槽子を放出し枯死してしまいます。自分の水槽環境では溶ける間隔はヘライワズタよりは長く、半年近くは維持できているような印象があります。最後に紹介するのがこちら、高槻ズタになります。こちらは小さなエノキの先っぽのような可愛い葉体部を持つイワズタの仲間になります。こちらも非常に育てやすいのですが、定期的に枯死してしまいます。ただし、なぜか我が家の水槽では、かれこれ1年半、全く溶けそうな様子がありません。ちなみに、この高槻ズタに似た種類として、スリコギズタ、エツキズタと呼ばれる海藻があります。以前はこの3種類は別種と考えられていましたが、現在は同種と考えられているそうです。以上、自分が自宅で管理している、もしくはしていたイワズタの仲間の紹介でした。これ以外にもイワズタの仲間はたくさんいますので、ぜひ皆さんもお気に入りのイワズタを探してみてください。また、溶けやすさについては、各々の水槽環境によるところも大きそうです。自分の水槽では全然溶けない海藻が別のアクアリストの水槽だとしょっちゅう溶けてしまうということもあれば、逆のパターンもあります。では次にイワズタの好む環境や植栽の注意点なども説明しようと思ったのですが、いつも通り長くなってしまいそうなので、一旦前編としてここで終わろうと思います。次回後編動画としてそのあたりについてまた説明していこうと思います。このチャンネルでは今後もアクアリウムに関する情報発信をしていきますので、応援してやってもいいかなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。高評価ボタンを押していただけるだけでも非常に励みになります。インスタグラムでも情報発信をしていますので、ぜひそちらもご覧ください。もし聞きたいこと、困ったこと、こういう動画を上げてほしいなどがあれば、インスタの DM、もしくは動画のコメント欄によろしくお願いします。それでは皆様、今日もアクアリウム楽しみましょう。さよなら。